北アフリカと中東にまたがる国エジプトへやってきました。今回はピラミッドなどの古代文明遺跡や砂漠、ナイル川の自然、アラビアンな街の雰囲気などを楽しんできます。まずはエジプトの首都カイロ観光スタート。今日から3日間かけてカイロを回っていきます。この日はちょうどイスラム教の断食月ラマダンが終わり盛大なお祭り中。この盛大なお祭りがなんと3日ほど続くらしい。そしてエジプトのエネルギッシュなパワーを大量に浴びて次に向かうのはケンタッキー。どうやらエジプトのケンタッキーにはリゾと呼ばれるご当地メニューがあるらしく、密かに楽しみにしていたグルメの一つ。定番のオリジナルチキンと一緒に注文してみた。こちらがリゾである。スパイシーなライスの上にフライドチキンとバーベキューソースをかけたボリューム満点ご飯。なぜか親しみのある味付けでホッとする味。ごちそうさまでした。今日の宿は窓からピラミッドとスフィンクスが眺められる絶景ポジション。明日はこのギザのピラミッドへ行く。おやすみなさい。小さい頃から一度は見てみたかったピラミッドが間近で見られると思うととってもワクワク。到着。右からクフ王、カフラ王、メンカウラ王のお墓、通称ギザの三大ピラミッドである。ピラミッドと逆の方向には現代的な都市が広がっていて、なんだか不思議な光景。ラクダ乗りのおじさんの勧誘を聞きながら5分ほどでピラミッド前に到着。まずは一番大きなクフ王の大ピラミッドへ。建造当初の高さは146メートルで、3800年間世界で最も高い建造物だったそう。現在は頂上部が減って138メートルほど。平均 2.5 トンの石をなんと約230万個も使っているらしい。近くで見上げると本当に信じられないほど大きい。今日までどのように建設されたのか完全には解明されておらず、古代世界の七不思議の一つである。続いてクフ王の息子カフラ王のピラミッドへ。このピラミッドは表面を覆っていた白い化粧石が頂上部分に残っていてとても綺麗。クフ王のピラミッドに次いで2番目に大きなピラミッドである。高い大地に建てられたので一見クフ王のものより大きく見えるらしい。カフラ王のピラミッドもかなりの大きさで、このような巨大建造物を建てた当時の技術や知識に驚くばかりである。歩いているととにかくラクダや馬を連れたおじさんに声をかけられる。とても商売熱心。カフラ王のピラミッドから少し歩くと息子のメンカウラ王のピラミッドへ到着。3つのピラミッドの中では最小で高さ65メートルほど。他2つと比べるとかなり小さいピラミッド。小さくなった理由は財政が逼迫していたなど諸説あるよ。ピラミッドを過ぎると砂漠が広がっていて、さらに奥へ進むとピラミッド全体を見渡せる丘へ行くことができる。丘に登ると王妃たちのピラミッドも含めて全体を見渡せてとっても良い眺め。帰りはラクダに乗って最後に大スフィンクスを見に行く。人生初めてのラクダ乗り、ドキドキ。ラクダ旅スタート。
床や段差では揺れるが、それ以外はとても快適。目の前にはピラミッドがずらりと並び、迫力満点。ラクダには一コブラクダと二コブラクダがいるらしいが、エジプトは一コブラクダがほとんど。名前の通り、コブが一つのラクダである。ラクダは足の裏が広いので、砂漠でも埋まらずに歩くことができるらしい。楽しいラクダ乗りもあっという間でスフィンクスエリアに到着。本当に快適な移動であった。バイバイ。お土産屋さんを通り、架空のチケットを求めてくるサギに惑わされず進んだ先に、ようやくスフィンクスが待っている。ファラオや神を守護する聖獣とされるスフィンクス。ライオンの体と人の顔を持っている。尻尾が可愛い。スフィンクスは鼻が削られ、あのヒゲも取られて、このような姿となってしまったらしい。最後にスフィンクスを正面から眺められるスポットへ。ちょうどカフラ王のピラミッドが後ろにあるが、このスフィンクスはカフラ王の顔に似せたという説があるそう。念願のピラミッドとスフィンクスをこの目で見ることができて本当に感動であった。ちなみに今回泊まった宿にはテラスもあり、真正面から全体を見渡すことができてとてもおすすめ。次は宿の人におすすめしてもらったレストランでランチタイム。乾杯。冷たくてしみる。こちらはハト。スパイスの効いたハトが乗っているライスである。多色部位はほぼないが、まあまあ美味しい。こちらはエジプトの土鍋煮込み料理タジ。トマトベースのソースで煮込んだお肉とオクラがとっても美味しい。ごちそうさまでした。続いて近年話題の大エジプト博物館へやってきた。ツタンカーメンの黄金のマスクなど膨大なコレクションを収蔵する昨年オープンした世界最大級の考古学博物館である。日本が総工費の約6割を円借款で資金提供しており、館内には日本語の表記も見られる。広場にはオベリスクが展示されており、エジプト史上最も偉大な王ラムセス2世の名前が彫られている。そして中に入るとすぐに巨大なラムセス2世像が迎えてくれる。ラムセス2世は建築王としても知られ、自分の石像や神殿などの巨大建造物をたくさん作らせたそう。さらに中へ進むと、とにかくすごい数の歴史的遺物が展示されている。まずはこの博物館の目玉ともいえるツタンカーメンギャラリーへ。ここにはツタンカーメンの大王約5000点が展示されており、ミイラが収められていた棺も見ることができる。おでこにはシモエジプトの守護神コムラとハンエジプトの守護神ハゲタカが飾られていて、エジプトを統一したファラオの権威を表している。棺は三重構造で、一番内側の棺は約110キロの純金でできているそう。さらに棺を収めていた厨子と呼ばれる四重の箱も見ることができる。ツタンカーメンは若くして亡くなった功績の少ない王であったが、お墓が盗掘されずほぼ完全な状態で残っている唯一の王であったため、現代で最も有名な王として知られているそう。死者を守り導く黒いジャッカルの頭を持つ神アヌビス。冥界の神としてお墓を守護する役割もあったそう。そして最後は大目玉のツタンカーメンの黄金のマスク。ツタンカーメンのミイラにかぶせられていたマスクである。ラピスラズリや水晶、黒曜石などの宝石や半奇石も使われており、とんでもない輝き。
美しい。ツタンカーメンギャラリー以外にも見どころが満載で、半日以上は欲しいところであった。気づけば閉館間近。館内に夕日が差し込み、入り口あたりがとても美しくなっていた。建物の設計も含めて本当に見どころの多い素晴らしい博物館でした。お土産屋さんで自分の名前を入れたパピルスも作ってもらった。楽しかった。今日泊まるホテルで夕食をいただきます。レンズ豆のスープ。エジプトはご飯がとっても美味しいので旅行の楽しみの一つである。特にバーミセリと呼ばれる細長いパスタと混ぜた中東スタイルのライスがとても美味しかった。ごちそうさまでした。おはようございます。今日は旧4世紀から続くカイロ最古の巨大な市場、ハンハリーリ市場へ。アラジンの世界のような狭く入り組んだ路地に2000以上もの商店が迷宮のようにひしめく大変魅力的なスポットである。香水瓶、パピルス、エジプシャンコットンスパイス、雑貨、アクセサリーなどエジプト土産の宝庫。ありとあらゆる種類のお土産が並んでいるので、しかも一瞬で溶かしてしまう要注意スポットでもある。まずは香水瓶屋さんに。ショーウィンドウのラクダの香水瓶に惹かれてこちらにのこのこ入店。ラクダ以外にもたくさんの香水瓶があって店内がキラキラ。全てハンドメイドらしい。まだまだあるか。エジプト感あふれる雑貨を求めて片っ端から入店。古代エジプトでも使われていた植物の茎からできた紙パピルスもゲット。次はハンハリーリの中でも数少ない商品に値札がついているお土産屋さんに。この建物の中にもいろいろなお土産屋さんがある。お目当てのジュルディショップへ到着。本当に全て値札が貼ってある。ハンハリーリでは珍しく声かけされることもなくゆっくり商品が見られる。今回はここで相場をなんとなく把握して他のお土産屋さんでも商品の品質などを加味しながら値段交渉しました。大きなパピルスも売っている。古代エジプトから使われてきたアラバスターの置物や香水瓶も。入っている瓶がそれぞれ違って可愛い。ラクダの入れ物やヒエログリフが押された革製のしおりも購入。ヒエログリフとは古代エジプトで使われた象形文字である。ヒエログリフやピラミッドの T シャツも3枚購入。すでに大破産である。猫ちゃん。次はカルトゥーシュのアクセサリーを作りに行く。カルトゥーシュとはヒエログリフの文字の一つでファラオの名前を囲んだ曲線のことである。自分の名前などでカルトゥーシュのペンダントやブレスレットなどを作れるらしい。選んだプレートの枠に名前のヒエログリフのパーツを並べていく。プレートはゴールドやシルバーなど材質を選べるが、その分お値段も上がるのでお財布と要相談。今回はお値段控えめのシルバーにしてみた。本物かどうかはわからない。パーツを乗せ終わったら火で炙って接着。想像以上に本格的。終わったら水で冷やして。もしもし、どしや。最後に研磨をして終了である。
この後にもエジプシャンコットンのスカーフやタラベヤと呼ばれる民族衣装、雑貨などいろいろ購入しました。時間もお金もたくさん費やしてしまう最高の市場だった。購入品を宿に置いた後はモスクへ向かう。これから向かうモスクはムハンマド・アリーモスク。ちょっぴり見えてきた。ムハンマド・アリーは19世紀初頭にエジプト近代化の父と呼ばれた人物で、富国強兵策を進めエジプトをオスマン帝国から実質的に独立させた人物である。中庭ではオベリスクの返礼品としてフランス王から贈られた時計台も見える。このモスクは壁面などにアラバスターを使用していることからアラバスターモスクとも呼ばれていて、とても綺麗。いよいよモスクの中へ。エジプトの近代化を推し進めたムハンマド・アリが自身とエジプトの威勢を示すために建設したモスクは、これまでの建築様式を踏襲することなくトルコ・イスタンブールのモスクを手本としたオスマン様式のモスク。モスクの中でもアラバスターや大理石が使われている。本当に美しい建物だった。ムハンマド・アリーモスクはシタデルと呼ばれる中世イスラム時代の要塞の中にあり、この要塞からはカイロの街並みを一望することができた。カイロ、とても魅力的な都市だった。また行きたい。次回。ナイル川の風に吹かれるエジプト南端の都市アスワン。ヌビア文化を色濃く残すヌビア村や古代エジプトの歴史が残る神殿や世界遺産をたくさん回ってきました。ぜひご覧ください。